こんばんは。こんばんは。今回の気まぐれラジオの議題ははい私の持ち込みで、はい。巷で話題なうん恋愛診断ってあるやん、うん。ラブタイプみたいな、うんあれをやってみたら過去の恋愛思い返して反省したって話いかちゃんがはい反省したの？反省しましたよって過去の恋愛の話を今回ちょっとしたいなと思うんですけど、はい。でこれをまずね、うんまずこの恋愛タイプ診断っていうのを何気なく言っててやってみたいのうんで、まず一つ目のうん質問です。うん。あ、1個目？はい一つ目、うん恋人と付き合う時あなたが一番大事にしてるのはどちらっていう質問で、うん A 一緒に過ごす今の時間の楽しさやフィーリングで B この人とどんな未来を築けるかという安心感や将来性うんで、これな自分はこうパッとした感じで言ったら、うん A なんや、うん。このフィーリングうんでも今までもそうやったんや。うんでもここでさ、うん今までそれでやってきて失敗したなってって思ったんや。うんなんかこの人となんか将来どうなるんやろっていうのを今まで考えたことがなかったんやんか、付き合う前に考える？それしか考えへんねんけど。あ、そうなん。うん自分はもうなんか可愛いなとかさ、うんなんか好きかも付き合うみたいな、うん今までもなんかまあ自分はさ男の人とも付き合ったことあるし女の人とも付き合ったことあるけど、うん将来っていうのはほんまに考えたことないね。男の人ともそうやし、うん女の子ともそうやし、それはさ、その中高生とかじゃなくってもうちょっともう20歳超えた20歳超えてもそうなんやし、なんかそのマッチングアプリとかもしとったけど、うん目の前の目的、うんなんかご飯行きたいな誰かと、この人でいいわで気づいたら付き合ってるみたいな、うんうんまあ、そんな感じでやってきてで私はこれを今回ね、うんB を選びました。 B すごいやん。じゃあその将来でなんか言えへんかった。反省して今まで失敗したなと思って、うんで正直ふーちゃんと付き合う時もフィーリングでしかなかったんやんか、うんだけどふーちゃんとこんだけ続いとるのってさ結構将来の話するやん、だかうんらその辺が大事やなーって気づいた。ひかちゃんでも将来の話するの好きやん。でも将来の話されるのほんまに嫌いって前まで。あ、そうなんや。なんか前に付き合った人でさ、うんこれ前の元彼の話やからちょっとほんまに申し訳ないねんけどさ、うん将来何年か後に結婚して、うん何年後に子供が欲しい、うんでその何年後に2人目が欲しいっていうのをうん言われたことがあんねんやんあか、メンズにメンズにな。珍しいなメンズで。そうでめちゃめちゃ怒ってん自分。おかんないかわいそうかわいそうやんな、うん今思ったらかわいそうねんけどだって、あなたとの未来は家そうにしたいそうそうでっていう。僕はこういう風に考えてるよみたいなことを言われて、うんなんでそこまで決められなあかんのって怒ったんやんかかわいそうだからなんかその時思ったら自分はその時は嫌やってんでも、うんやけど今ってさ自分はそういう話をふーちゃんにしたりするやんか、なんかごめんと思ったあの時のあいつごめんと思ってでこの次ね、うんあなたのタイプはどちらですか、うんってので A 好きという感情が全て B 理想の人をしっかり考えて探したいっうんていうので、もう自分は思いっきり A やって今までうんもう好きという感情が全て、うんもうその好きな人が、もうどんな背景を持ってようが好きやったらどうでもよかったよ別に。今好きやったから。そうそうそうへえ。やけどそれってさうまくいくわけないやんって思うね。そりゃそうやいやそう人によると思うで、それでうんうまくいく人もおれば、自分は今までそれでやってきて、うんほんまに失敗ばっかりしとんねやんか結構背景ややこしい人多いからな。そうそう自分もこのネットではさ、うん流せへんような人とも付き合ってきたやんそらそうそうそうね。やからなんかその好きっていうだけで付き合っても、うんやっぱりどっかでその不安要素ってずーっと残ってるわけやんか、うんやから、うん大事やなと思って一回踏みとどまる、うんで反省しました。反省しました。これも私は質問2個目でも反省した。うんでどっち選んだの？ B です。あ、すごいすごい人としてなんか変わってきたね。変わってる。でまあ質問3はまあ普通にあってで質問4、うんで恋愛において自分はどちらの要素が強いですかっていうので、うん A 自由奔放、うん B 真剣真面うん目でこれもな自分は思いとどまってん、うん。今までだと絶対 A やねんな。せやな。
もう自由にしてくれる人がよかった、絶対に、うんだけど今までそれで失敗してきたやんだから、もうこれもしっかり考えて、でも今ってさ自分結構真面目やん、なんかそれはもうほんまにもうこれは過去の恋愛を振り返ろうの回ですから、振り返ったんやんか、で自分はほんまに自由奔放にやってきてせやな、もう浮気とかもうしまくってたわけやん、今まで、とんでもない、とんでもない、でもそれってやっぱ自分に返ってくるやんかせやな浮気をしたら浮気はされるもんやん、やし人を傷つけたら自分も傷つけられるっていうか傷つくやん、だからもう自由奔放なんかダメ、あかんって思いまして、私は B を選びました。おすごい、はい、で次ね、恋人といる時はどちらの気持ちの方が強いっていうので、A 甘えたい、B 甘えられたい、でこの時にと思って、で自分は今どっちかと言ったらふーちゃんと考えたら、甘えられたい方が強いね、割合で言ったら。あ、そうなんや。自分の方がさ甘えることってなんていうの、その精神的に甘えることってないやん。せやな。だからでも考えたよ、また振り返りました今回また自分さそのメンズと付き合ってる時、もうどっちも嫌やってん。甘えるのも嫌やし、甘えられるのも嫌やってんな。何甘ったれてんねんって。そうそうやし、なんか甘えてくるのに関しては、なんかシンプルに、しっかりせえよっていう、何甘えとんのみたいな、気持ち悪いみたいな気持ちやってんな、好きな人やでこれ付き合ってるのになで甘えたいっていうのは、ほんまに自分メンズに甘えたいって気持ちがゼロなんやんか、でその付き合ってる時に、このメンズと付き合ってる時に、自分風邪ひいちゃったんや、インフルかなんかなって結構しんどかったんやんか、でその時になんか俺にできることあったら何でも言ってなとか、まあみんな言うよ言うやん、そうやってさ、なんていうの気持ちやん、なんかほんまにさ、なんかやってあげるでっていう気持ちもあるけど、僕はこんだけ君のことを心配してるよっていう気持ちでもあるやん、だけど自分はそれを言われてな怒りました最低やお前に何ができるんだってかわいそう、かわいそうやんな。もう悲しかった。お前とは言ってないけど、何ができるんって言ってん自分はな、多分そういうことを言ってん、で自分はずっと高校卒業してから一人暮らしでずっとしてきたやん、で付き合ってきた男の子っていうのは大体実家暮らしやって、だからなんか何でも言ってなとか言われてもさ、掃除もしたこともなければ、洗濯もしたことないし、ご飯も作ったことないですよね、みたいなで泊まりに来てもさ、自分がずっとさご飯作ってしょったんやんか、何ができるんってシンプルに思ってんだからなんか俺にできることあったら言ってなって言われて、何もできひんやんみたいなそうかわいそう、何もできひんやんみたいな、何もしてくれたことなくないみたいな、ご飯も作ったことないやんみたいな、で怒りました。かわいそうやけど、かわいそうやんな、正論やけどでもそうやってさ気持ちやんか、優しさやん、なんか最低やったなってでその子はまあすごい優しいからさ、優しいってかさ、自分と付き合ってきたメンズってほんまに優しいやつしかおらへんかったから、なんかみんなさ栄養ドリンクとか買ってきてくれてんけどさ、なんかでもそれも買ってきてくれても、別に会いに込んでいいでみたいな、おっても何もできひんから、置いたら帰ってみたいなみたいな感じで、私は今までのそうやってメンズと付き合ってきたら、見たら帰ってか。この質問に対してすごい自分は今まで反省した、今までのことを、よう嫌われへんかったな。それな、でみんないい人やった。でも申し訳ないなって、地獄に落ちるやろなって、自分が、この質問を答えた時に思ったそういうやつちゃうねんな。そういうやつじゃないなどんどん答えていくたびにさ、自分って最悪な人やったなって思ってさ、どんどん答えるのがしんどくなってるからさそういうやつちゃう。でな、次の質問もな、まだあんねや。はい、質問です。たとえ今はすごく好きでも将来が見えない相手だったらどうしますかっていう質問で、A 先のことより今の好きを大事にして関係を続ける、B どんなに好きでも将来が見えないなら距離を置くと思う、っていうので、自分まだこれ立ち止まって考えました、今までやったら好きやったら関係ない、もうそのまま突っ走る、はい、私はこれで大失敗しましたせやな。せやろ、せやな。知ってるやん。知ってる。自分はほんまにこれで
もう精神的にもちょっとあの時はだいぶいっちゃってたっていうのはあるけど、そうね。なんかもう好きってなって、なんか好きになってはいけない相手を好きになってしまって、でそのまま行っちゃってんな、でもう誰も幸せにならへんかったよもう、だから今回私はB、はい、将来が見えないなら距離を置くと、すごいやん。私はそちらを選びました。すごいやん、はい、でそんな感じでな、もう一つ一つな、心をえぐる質問が多くてさもう自分はすごい辛くなりながら答えを続けていってんけどそうか、えぐられてたんか。えぐられてた。で他の質問はまああって、でこちらあなたの恋愛スタイルはっていうので、A 自由でマイペースな恋愛スタイル、B 相手にしっかり向き合う誠実なスタイル、っていうのがありましてでこちらもね私は立ち止まって考えたんですよ、で今まで自分は、なんかこうマイペースであることがかっこいいと思ってん、わかるあんまりわからへん。なんか自由奔放にやらせてもらってる私とか、こうマイペースで私は突き進んでて、それを受け入れてくれる周りみたいな。そう周りっていうかそのまあ言うたら恋人、なんか恋人に強気な自分みたいな、なんかマイペースでやっていける私がかっこいいと思っとってんけど、すごい嫌なやつなんかもう最近さこうなんていうの、将来について話し合ったりとかさ、なんかまあふーちゃんと喧嘩とかを重ねてさ、一緒にやっぱ人と住むってなったらさマイペースってあかんよなと思ってやっぱりさお互いをちゃんとなんていうの寄り添い合って、そうそう合わせていかなあかんよ、なんか反省しましたここでも。すごい、成長したね。でここのな次の質問でな興味ないお店の買い物に付き合ってほしいと言われたらA 相手が喜ぶなら行く、 B 正直あんまり行きたくないっていうあんねんけどさ、これに関してはまだ B 正直あんまり行きたくない、知ってんだよだってこうへんやんひかちゃん、っていうな、まだそこは成長できてないなと思いました、まあいいんじゃないそのままで、っていう感じでなんかどんどん悲しくなっていった。この質問を答えるたびになんか自分の今までの恋愛って何やったんやろっていうなんか自分は今まで人間じゃなかったなって、何やったんや。なんか頼っていいねんでとかさ、なんかしんどかったらいいやとかさめっちゃ優しく言ってくれてたのにさ、お前に何ができる怖嫌なやつ、めっちゃ嫌なやつ、めっちゃ嫌なやつ、嫌なやつすぎるわ。ほんまな、それをさ言えるってすごくない相手に、人間じゃないわ。人間じゃないよな、だって自分言われたら嫌やもん、いやそりゃそうや、みんな嫌やでなあ、それをさ喧嘩にならずさ受け止めてくれてたさ、若い年齢のメンズたちはすごいよな。自己肯定感下がってたんじゃん。なあでも自分これでもう付き合って振られたことない怖い話怖い話だろって感じで、すごく一つ目の議題はこんな感じで、ラブタイプすごい悲しくなった、っていう話。じゃあ改心できてよかったですね。で結果自分はデビル天使かなんかっていう診断になってんけど、今までもし逆で言ってたら何やったんやろな結果。確かに今までのあれで言ったら、確かにな。今やってみたらまたやってみる。またやってみる。ふうこさんはちゃっかりうさぎや。そうちゃっかりうさぎっていう感じでね、なんか過去の恋愛の話今まであんましたことあったような気もするけど、あんまりなかったかなと思って、今までほんまに自分は何回で言ったことあるかもやけど、ふーちゃんと出会うまでほんまに最低な人間やったやんかいやもう喋りながら目が死んでるもんけどほんまに浮気もめっちゃしたし、浮気もされてきたし、お兄ちゃんとかにさ、彼氏できたとかさ言ったらさ、ああかわいそう彼氏みたいなあんたと付き合ってかわいそうお前と付き合う彼氏かわいそうやなとか言われるぐらいもう最低な人間やってるけどなんかだからふーちゃんをなんか周りの友達にも言われる、だからふーちゃんをこんなに大事にしてるのがすごい、信じられへんそう信じられへんねなんかね20代前半の時ってな、恋人がおるけど、恋人じゃなくて友達を優先する自分がかっこいいみたいな、わかる？わかるわかるって思っててんな。でもそれはちょっとわかるかもしれへん。彼氏
しとかと遊ばんでいいのみたいな、うん連絡返さんでいいの、ってか言われても、いいでだるいしみたいなそこまでは言ってないけど、なんかそういう感じのタイプやったんやんか、うんでなんか全然会ってなくない最近とか言われても、別にそんな会いたくないかもとか言ってる自分が好きやったん。好きやったしかっこいいと思ってんな、なんかダサーと思って自分に寄ってたんやな。自分に寄ってたよな。でも誰しも多分そういうのを経て落ち着くんじゃない？なんていうんやっけこういうの逆張り逆張りっていうのなんか逆張りっていうらしいな。なんか恥ずかしいよな、うん今とかもう全部フーチャー優先やもんな、休みの日とか、すごいだから何をさ気に変わるんやろうと思って、こういうの何を気に変わったんやろな。何があったんや。何があったんやろ。で今までうんなんか人を好きになったことは確かになかったと思うねなんか好きっていう感情があったっちゃあったけどっていう。でも好きやから突っ走ってきたわけやん今まで。まあ確かに好きって何が違うのな。ななんか自分が女の子と初めて付き合ったのは高校生うんの時ねんけど、うんなんか女の子と男の子でその恋愛スタイルって全然違うねやんか。男の子の時はうんもう全く追いかけゼロ自分は。うんで女の子と付き合う時はもう追いかけまくってるって感じやってんけど、追いかけたいの。追いかけたいっあて感じあうんやけど、ほんまに申し訳ないけど、ほんまになんかこれ絶対に元カノとかまあ見てへんやろうけどうん絶対見られたくないねんけどまあ多分浮気とかしててんな。高校生の時はしてないと思うねんけどさすがにうんけどやっぱ浮ついた気持ちずっとあったと思うねん。うん高校生の時さでも結構モテたからさ、うん女子からうんだから浮ついてたんやんか。髪も結構パサってそうそう短かったし。そうそう調子乗っててんけど今って浮気してないやんか。うんほんまか？してないよな。してないな。うんだからさうんなんか成長したなって。よかったね。うんまあ、そんな感じで私のトークテーマ一つ目終わりましたけどどうでしょう私の話を聞いて、どう思ったかな。どう思いました？崩れそうったかな今までのイメージがじゃあせっかくやし私の過去の恋愛の話もしてみるか。はいなんか質問して。質問過去の恋愛についてふーちゃんってでもほんまに恋愛経験浅いめやん。そう乏しいんよな。そういう人たちってさもっといろんなタイプの人と付き合ってみたかったなとかさうん遊んでみたかったなみたいな、うんそのなんか、まあ、健全な遊びもあるけどうんなんかそういうの思わへんの？思ったから、うんその長く付き合った人と別れた後にしっかり遊んだで。遊んでた？うん遊んだかな？友達になんちゃらバーみたいなのやったっけ、相席屋みたいなはいはいはい、連れてってもらったり、うんうんうん、何バースイッチバーなんか忘れちゃったけど、うんうんうんちょっと出会いのバーみたいなのも連れてってもらったし、あとハブバーみたいななんか、うん女の子でいたら男の人が話しかけてくるぞみたいなバへーにも連れてってもらったし、うんで遊んで向いてへんなってなった。それでさお持ち帰りとかなかったってこと？うんなかった。もう健全に帰ってきたんや。うん全然終電とかじゃなくて普通に帰ってきた。そう面白くなかったんや、うん楽しくなかった。なんかそれでさ面白くないなって思えるのがすごいなって自分はさそういうのでなんかイエイってなっちゃうタイプやったからさ、でもなんか長く付き合ったやん一人の人と。7年678ちょっと忘れちゃったけどまあそんくらい付き合ってすごい嫌な別れ方をしたんよな。でそれはなんでかっていうとその今まで恋愛をあんまりしてこんかったから、こんだけ長く付き合ったしなんかもうこの人しかいいひんって思ってて自分の中でな、この人を逃したらもうなんかまた一から恋愛を積み上げてその愛を育んでいくみたいな作業をしなあかんのもすごい面倒くさかったし、この人以上の人もいいひんなって思ってたんやけど、なんか短いスパンでさその3ヶ月とか半年とかでポンポンポンっていろんな人と付き合ってきたら比較ができたやん、でも比較対象もおらんかって自分の中にもその人が全てやったから、だからそのいっぱいいろんな人を見なあかんってほんまに思う心の底から思う。確かにでもさクリスマスでな、なんか今までのクリスマスってどうやって過ごしてたんやろなって振り返ったんやんか最近、でもクリスマスを恋人と過ごしたの多分ふーちゃんが初めてやねんな。
あ、そうなんや。かまあ一人おったんかな。うんでそれがなんでかなって考えてん。なんで自分は今までこんな何十人と付き合ってきたのに、なんでクリスマスを恋人と過ごしてないんやろって考えた時にさ、クリスマスってさ年の瀬やん言うたら、だから自分はいつも年内に全部きれいさっぱり清算したいんよ。だからまあ10月ぐらいに恋人がいるとするやんか、で11月までは付き合ってます、で12月入るかなぐらいの時にさ、11月ぐらいでさ、もうどんどんクリスマス仕様になってくれ街が、自分はそれよりももう今年終わるなーが来んねんな、クリスマスより先に、ってことはこの人と来年も付き合うかなって考えねん。年を越す時にこの人は彼氏彼女のままでいいのかなとか思うねん、だったら嫌やなとか思う気持ちの方がでかいねんな、いつもやからクリスマスプレゼントもらう前に別れないといけない、ってなって自分は11月ぐらい絶対別れてきよった今まで、だからクリスマスは今まで大体一人で過ごしてきた生産してたよね。そうそう、クリスマスプレゼントってなんかもらったっけなとか思って最近考えてたけど、なかったんや。なかった全部なかったな。じゃあそのさ、誕生日前とかも別れのもう別れてた。だからややばいやばい誕生日来る、やばいやばいどうしようみたいな、プレゼントをもらっちゃったら最低3ヶ月ぐらいは付き合わなあかんなとか思うやん、だからあかんあかん、もうすぐ誕生日でプレゼント買われてたらどうしよう、別れなみたいななんか優しいんか優しくないか分からへんそんな感じで、なんかだからイベントごとを一緒に過ごせてなかったかも。嫌やったんや、もうそれまでに。そうそれまでに別れないと思うイベントがやってくるみたいな逆、みんなの逆ほんまやわ逆を言ってた1年前が1月やから、これが1年前。